こんにちは。波書道日本語レッスンのナミです。皆さん、もう5月になりましたね。はい。日本はだんだん暖かくなって、まだ5月なのに夏みたいな天気です。はい。皆さんはお元気でしたか？はい。今日の動画は5月の日本のトレンドについてお話しします。5月に日本で話題になったことや人気の食べ物についてお話しします。JLPT-N3 から N2 レベルの日本語で説明します。この動画を見たら日本の今がわかります。日本語のリスニング力もアップします。ぜひ最後まで見てみてください。それでは行ってみましょう。ではまず食べ物のトレンドから話したいと思います。5月はSNS やお店で盛り上がっている2つのトレンドがありました。はい。まず1つ目はチョコミントです。はい。私の大好きな食べ物です。5月に入ってコンビニやスーパーでミントチョコのデザートがたくさん発売されました。ファミリーマートでは今もチョコミントコレクション2026を開催しています。チョコミントのドリンクやパンやお菓子などが数量限定で売られています。今日はファミマのチョコミントコレクションの商品を実際に買ってきたので紹介したいと思います。はい。はい。まず一つ目はドリンクから紹介したいと思います。はい。これを買ってきました。はい。チョコミントドリンクと書いてあります。はい。なんかデザインも可愛いですよね。はい。私はチョコミントが大好きなんですけど、飲み物は飲んだことがないです。はい。なので、ちょっとどんな味がするのか飲んでみたいと思います。はい。いただきます。チョコの味が強いですね。うん。なんか後味はちょっとミントのすっきりした感じがしますけど、チョコの方がもっと強いドリンクですね。美味しいです。結構甘めなので、甘いものが好きな人はね、これ飲んでみてほしいですね。はい、2つ目はお菓子を買ってきました。はい、こちらです。はい、見えますか？チョコミントクランチと書いてあります。はい、これはチョコレート菓子という種類のお菓子です。チョコレート菓子。チョコレートのお菓子ですね。はい。ね、ザクザク食感と書いてありますね。はい。ちょっとこれ開けちゃったんですけど、はい。まだ食べてないです。はい。じゃあ、はい、いただきます。食べたことない味です。はい。これはチョコよりもミントの味がもっと強いです。はい。ミントの硬いものを食べてる感じですね。チョコっていう感じはしないです。はい。なんかほんとすっきりします。口の中が。はい。いいですね。チョコミントコレクションね、ファミマでやってるので、もしね、
今日本にいる方ははい、試してみてください。はい。では、2つ目の食べ物のトレンドを紹介します。はい。5月といえば新茶の季節ですね。はい。新茶とはその年の最初に新しく採れたお茶のことです。はい。今、日本のコンビニには抹茶のスイーツがたくさん売られています。最近の抹茶スイーツには2つの特徴があると言われています。はい。1つ目は歴史がある有名なお茶の店と作った商品が多いことです。はい。2つ目の特徴は抹茶の味がとても濃いことです。今いろいろなコンビニが美味しくて特別な抹茶スイーツを作って競争しています。はい。ローソンでは今も抹茶フェアを開催しています。1836年から続くお茶のお店とコラボした商品が発売されていて、どれも本当に美味しそうです。はい。どうしても食べたくなったので、この動画を撮る前にローソンに行って一つだけ買ってきました。はい、ちょっとそれを紹介したいと思います。はい、これを買ってきました。はい、ここに濃い抹茶クレープと書いてあります。濃い抹茶クレープ。はい。値段は税抜き245円です。はい。税込みで265円です。はい。ここに京都宇治と書いてあります。京都はお茶が有名な場所ですね。はい。早速開けたいと思います。わあ見てください。中がこんな感じです。なんか緑色の生地のお菓子ってあんまり見たことないですよね。なんか抹茶味のクレープは初めて食べます。はい。はい。なんか抹茶クリームがたくさん入ってますね。うん。確かに濃いですね。普通のお店で売ってる抹茶のお菓子よりも味が濃いです。うん。これは本当に甘いものがちょっと苦手な方も、食べられると思います。抹茶の苦味が感じられる美味しいスイーツです。ぜひローソンが近くにある方は、はい、試してみてください。食べてみてください。はい。はい。ではここから5月に話題になったニュースやイベントについて話したいと思います。はい。5月は日本人にとってとても大きなイベントがありました。はい。それはゴールデンウィークです。皆さん、ゴールデンウィークが何かわかりますか？うん。ゴールデンウィークというのは4月の終わりから5月の初めまである長いお休みの期間のことです。今年は5日間のお休みがありました。学校も会社もお休みになるので、日本では大きなニュースになりました。このゴールデンウィークの期間はお休みの人が多いので、もうどこに行っても本当にたくさんの人でにぎわいました。空港や新幹線の駅や有名な観光地はどこも人がいっぱいでした。最近日本では
円安が続いています。はい。円安というのは外国のお金に比べて日本のお金の価値が低くなっている状態のことです。なので飛行機のチケット代や海外でのホテル代も昔と比べて高くなってしまいました。うん、なので今年のゴールデンウィークは海外旅行に行くのを諦めて日本の国内旅行を楽しむ日本人が多かったそうです。うん、近くの温泉に行ったり美味しいものを食べに行ったり実家に帰ったりする人が増えました。私も今年のゴールデンウィークは家でゴロゴロしながら野球を見たり近所のカフェに行って本を読んだりしました。うん、あとすごく天気が良かったのでピクニックをしたりしました。皆さんの国でもゴールデンウィークはありますか？うん、はい。では次のトピックに行きます。次はこの季節の生活に欠かせない重要なアイテムの話題です。5月になると日本の100円ショップやデパートやドラッグストアなどのお店である特別なコーナーが作られます。うん、それは日焼け対策と熱中症対策のコーナーです。はい、対策というのは悪いことが起きないように前もって準備をしたり気をつけて行動したりすることです。はい、日本では5月でも太陽の光がとても強くてずっと外にいると肌が真っ赤になってしまいます。うん、なのでお店ではいろいろな種類の日焼け止めが売られています。最近は日本製だけじゃなくて韓国製の日焼け止めも人気でデパートでよく見かけるようになりました。他にも、女性用の日焼け止めじゃなくて男性用や子供のために作られた肌に優しい日焼け止めなども売られています。はい。それからもう一つ大切な言葉があります。はい。それは熱中症です。はい。熱中症。これは暑さのせいで体の水分が足りなくなって気分が悪くなったり、倒れたりすることです。まだ体が暑さに慣れていない5月は熱中症になりやすい時期なのでみんなとても気をつけています。ニュース番組でも今日の温度と一緒に熱中症のレベルを表示しています。知らせています。今の時期に日本のデパートに行くと便利な熱中症対策グッズがたくさん並んでいます。はい、例えば首にかけるタイプの小さな扇風機とかあと首に巻くとひんやりして気持ちがいい冷感タオルがあります。うん、他にも体の中の水分や塩分を補給するための塩キャンディーなどがありますね。それらの商品はこれからの季節の必需品、つまり絶対に生活で必要なものになります。はい。あと最近の日本のトレンドとして面白いのが
日傘です。はい。日傘は太陽の光を遮るための傘のことです。うん、昔は日傘といえば大人の女性が使うイメージがありました。うん、でも最近は男性用の日傘や、持ち運びがしやすい折りたたみの日傘などがたくさん出ていて、多くの人が使っています。私の弟もディズニーランドに行くために日傘を買っていました。はい。日傘を差すだけで体感温度、つまり体が感じる暑さが全然違うので、本当に人気がある商品です。はい。私ももちろん持っています。はい。皆さんの国では、どんな暑さ対策をしますか？うん、今年の日本の夏はいつもより気温が高くなります。これから日本旅行に行く方は暑さ対策を忘れずにしてくださいね。はい。日本の、ロフトとか東急ハンズとか、あと無印などのお店で簡単に暑さ対策の商品を買うことができます。はい。というわけで今日は5月の日本のトレンドについてお話ししました。はい。5月もいろいろなトレンドがありましたね。はい。過去の日本のトレンドが知りたいという方は再生リストを作っているので、ぜひ見てみてください。はい。季節によって、話題の食べ物やニュースが違うので面白いですよ。はい。最後に皆さんに一つ質問があります。皆さんの国では今どんなニュースや食べ物が流行っていますか？うん、日本語で書いてみましょう。はい。短い文章でも大丈夫です。はい。ぜひコメント欄で教えてください。はい。今日の動画が面白かったという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。いつもたくさんのサポートを本当にありがとうございます。はい。皆さん、それでは次の動画でお会いしましょう。はい。じゃあねー。バイバーイ。